ご視聴くださりありがとうございます。キーストアです。ようやく M4Mac mini が届きました。発売からねもうすでに日数が経過をしていて、多くの方がレビュー動画を出されているので、ベンチマークスコアや SSD 速度などのレビューはそちらを、詳しくはご覧いただいてもらうとして、このチャンネルでは、私が選んだ Mac mini の構成やその理由、この Mac mini でどのような楽しみ方があるのかをお話しできればなというふうに思います。今回私が購入した Mac mini は10 Core CPU、10 Core GPU、16 Core ニューラルエンジン搭載の M4 チップのものです。24GB のランダムアクセスメモリ、512GB の SSD ストレージの構成で、金額は154,800円です。M4 Pro ではなく M4 チップを選んだ理由は、今回はコストパフォーマンスを意識しました。最小構成だと今後3年間近く使用することを考えると、ストレージ、メモリともに少し不安があったこと。ただプロチップだとコスパがいいとはいえ20万を超えてくる価格なので、今回は M4 チップに 24GB のメモリ、512GB のストレージのものをチョイスしました。私が主に使用していた M1 Pro MacBook Pro はマルチタスク、負荷のかかる 4K 動画編集、写真編集、そして日常的な作業は全くストレスなく使用することができています。ただ自宅で使用する際は外部ディスプレイに接続をして大きな画面表示で作業することがほとんどで、外出時の持ち出しは M4 iPad Pro もしくは iPad mini がメインで MacBook Pro を持て余す状況となってしまっています。なおかつミラーレスカメラでの撮影ではなく iPhone で 4K ログ撮影をして M4 iPad Pro のダヴィンチリゾルブで動画編集をすることにハマり中の状況も相まって MacBook の出番が非常に少なくなっています。そこで今回の M4 Mac mini の登場によって MacBook Pro を妻のメインのラップトップに変えて、私はこの小型のデスクトップを楽しもうと思ってしまった次第なのです。そんな M4 Mac mini の筐体サイズは5インチ四方、縦横 12.7 センチ、重量は M4 で 0.67kg とまさに手のひらサイズのコンパクトさに設計されており、それでいて最新のハイスペックチップを搭載しているという、多くの人が望んでいたであろう進化です。高さは5センチと M2 Mac mini の 3.58 センチよりもやや高くなっていることにお気をつけください。前面ポートから USB-C ヘッドフォンジャックが接続可能となり、背面には HDMI、イーサネット、サンダーボルトが3つ接続可能となっています。前面ポートに接続端子がつくことに関しては個人の好みになりますが、私としては機能的になりとてもいい変化かなというふうに思います。また M4 モデルはサンダーボルト4、M4 Pro モデルはサンダーボルト5対応と高速転送が可能です。それに伴い M4 Mac mini では USB-A ポートが廃止となっていることに注意が必要です。発表からいろいろと賛否両論ありますけれども、今回電源ボタンは背面ではなく底面へと移動していますが、私自身はほぼ電源ボタンを触らないでスリープで対応しているので、これに関しては全く気にならない変化かなというふうに思います。外部ディスプレイへの接続はプロチップでなくともサンダーボルト経由で2台、HDMI 経由で1台の最大3台までサポートされており、マルチタスクを日常的に行う人たちにとっては非常にいいアップデートかなというふうに思います。私が気になった点としては、コンパクトサイズのボディにパワフルな最新チップを搭載することによっての排熱・空冷ファンの静音問題です。もちろん私の作業レベルにおいては全くもって問題ないと思われますが、
数日間使用してダヴィンチリゾルブで 4K HDR の動画を編集、レンダリング、書き出し時においても一度もファンの音が聞こえることはなかったので、それも安心して使って心配しないでいいのかなというふうに思います。2つ目は音質問題です。私は過去 Mac mini を使用したことがないので比較することはできませんが、 MacBook、iMac と比べて音質が良くないということだったので懸念をしていました。実際には YouTube の視聴、動画編集時の確認であれば音質は問題ないかなと私の主観としては感じています。ホームポッドミニのステレオ環境は低音の響きがすごくいいのですけれども、動画編集時には遅延にストレスをすごく感じることから、今現在は有線スピーカーの導入を検討しています。いかがでしたでしょうか。 M4 Mac mini、数日間使用してみて本当にこれだけの筐体サイズにもかかわらずさまざまなことができる本当にパワフルなマシンが出てきたなというふうに痛感をしています。私はチャレンジはしないですけれども、これだけの小さい筐体サイズであれば、こちらに今手元にある iPad mini と UVC の接続をして外で使うなんてこともできるんじゃないかなというふうに思っています。もう少しですね、じっくり使い込んでまた長期レビューをしていければなというふうに思っております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。